建設現場で作業中、2人の男性は白毛の犬が突然危険な深い穴に落ちるのを目撃した。穴はかなり深かったので、犬はパニックになり、這い上がろうと走り回りましたが、抜け出すことができませんでした。2人はすぐに作業を中断し、できるだけ早く犬を救出する方法を考え始めました。彼らは犬が中に入って危険から逃れられるように掘削機のバケットを下げることにした。怯えた犬は穴の隅に縮こまり、目の前をゆっくりと降りてくる掘削機のバケットに近づく勇気もありませんでした。2人は犬が簡単に中に入れるよう掘削機のバケットを犬が立っていた場所に近づけようとした。しかし犬は震え続け、逃げようとしたため、救助は困難で時間がかかりました。何度も試みた後、ついに掘削機のバケットが犬の近くまで届き、2人に一筋の希望の光が差し込んだ。彼らは犬がバケツの中で動けなくなることなく動けるよう、犬の周りの砂や土を巧みに押しやりました。犬はついにじっと動かなくなり、2人の少年はすぐに合図を送ってバケツを穴からゆっくりと引き出しました。掘削機のバケットが半分ほど持ち上げられた時、犬は突然バランスを崩して再び倒れた。少年2人は引き上げられている間に犬が落ち続けたら怪我をしてしまうのではないかと心配してパニックになった。彼らはやり方を変えて、若い男が降りていって自分で犬を安全に引き上げることに同意した。若い男は掘削機のバケットに座り、犬を驚かせないようにゆっくりと下ろされた。バケツが穴の底につくと、彼は震えている犬を安心させようとそっと手を伸ばしました。犬は疑いの目を抱き続け、近づくこともせず、不安と恐怖の目で若い男を見つめるだけだった。彼は犬が安心できるように辛抱強く少しずつ近づき、優しく話しかけました。次第に犬は落ち着きを取り戻し、ためらいがちにゆっくりとした足取りで若い男に近づいていった。少年は犬を拾い上げて膝の上に置き、再び落ちないようにしっかりと抱きかかえました。彼は掘削機を操作していたもう一人の男に、2人を慎重に地表に戻すよう合図した。掘削機のバケットは非常にゆっくりと持ち上げられ、2人の男性は事故を避けるために犬から目を離さなかった。犬は若い男の腕の中でじっとしており、自分を連れてきた人を信頼しているようだった。彼らは犬をさらに動揺させないように掘削機のバケットが揺れないようにバランスを保ち続けました。すべてができるだけ安全に進むことを願いながら、誰も一瞬たりとも犬から目を離さなかった。ついに掘削機のバケットが穴の端まで持ち上げられ、2人の男性は犬を無事に引き上げることに成功した。